どうもこんにちは。ホビーチャンネル武蔵です。レベルのポルシェ911タルガの続きになります。ボディの研ぎ出しと内装の組み立て、電飾の組み込みを行います。今回で完成になりますので最後までご視聴ください。前回のクリア塗装が乾いたので1500番の紙やすりで空研ぎを行い、若干デコボコしている塗装面を鳴らします。力を入れず紙やすりの弾力を使って表面を薄く削ります。空研ぎが終わったら再びクリアを塗り乾燥させます。ドア下のステップ部分はマスキングして半ツヤの黒を塗りました。マスキングしづらいところはマスキングゾルも使っています。センターコンソールを木工用ボンドで仮付けしてからフロアにエンボスパウダーを付着させます。接着剤には水溶性のセメダインハイグレードを水で溶いて使いました。筆でエンボスパウダーを定着したい部分に接着剤を塗りつけます。エンボスパウダーをたっぷり振りかけ、すぐに逆さまにして余分なパウダーは取り除きました。エンボスパウダーが定着したので部分マスキングの後、内装色をエアブラシで塗装します。メーターパネル部分を組み立てます。多分ですが鍵に見立てたモールドがあり、あまり実感がないので削り飛ばしました。ここはゴッドハンドのスピンブレードを使って鍵穴風にしておきます。メーターは LED で光らせたいのでピンバイスとスピンブレードを使ってくり抜いておきます。ウェーブのロータリーパンチを使って透明プラ板を円形に切り取りメーターにします。メーターの用意ができたので内装色で塗装します。 LED の光漏れを防ぐため8番銀で内側を塗っておきます。他の細かい部分は筆塗りです。エアコンの吹き出し口の溝部分はアクリルガッシュの漆黒を墨入れの要領で塗りました。円形に切り抜いておいた透明プラ板にメーターのデカールを貼ります。表面は UV レジンでガラスを表現します。ここで接着剤用の手作りツールが尽きてしまったので作り方を紹介しておきます。太さ 0.18mm のエナメル線をようじに巻きマスキングテープで固定するだけです。瞬間接着剤の塗布に非常に便利で、これは艦船模型で有名な笹原第3の本の中で紹介されていたものです。これを使うまではエッチングパーツの接着などで瞬間接着剤の量が多すぎてはみ出し汚くなってしまうことが多かったのですが、そのような失敗をしなくなりました。使っているうちに先が接着剤で太くなったらエナメル線を引っ張り出して切ってしまえば良いです。一度使ったらその便利さに手放せなくなります。メーターは裏から水溶性の接着剤で固定します。LED の光を裏から当てて光具合を確かめておきます。ハンドル部分を組み立てます。パーティングラインがあるのでデザインナイフのカンナ掛けできれいにしておきます。エアブラシで塗装してからレバー部分は指定の艶あり黒を筆で塗りました。
ここは極小のデカールを貼るようになっていましたが、肉眼ではほとんど分かりません。チップ LED にエナメル線をハンダ付けします。エナメル線は表面に皮膜があるので、ハンダゴテに乗せたハンダで溶かしておきます。この時、ごく少量のハンダがエナメル線の方に残ればなお良いです。皮膜を溶かしたエナメル線をチップ LED の電極部分に接触させ、ハンダを乗せたハンダゴテで軽く触れます。ハンダが電極に移り、エナメル線を固定してくれます。コツはチップ LED をいかに固定できるかどうかです。クリップでも試しましたが、軽すぎてハンダを当てた時に動いてしまいうまくいきません。動画では電子工作用のペンチをクリップで挟んでチップ LED が動かないようにしています。エナメル線がつながったら点灯確認をしておきます。ブレッドボードを使って適切な抵抗を通って電源がつながるようにしています。LED には直接電池をつなげてはいけません。必ず抵抗を間につなぐ必要があり、抵抗を入れなかった場合、過電流で LED が壊れます。説明はしませんが、適切な抵抗値は製品のデータシートと計算式から算出できます。メーターパネルの裏側に LED を仕込んだら光が漏れないように塞いでおきます。隙間はパテも使って塞ぎました。プラ板だけだと光が透けてしまうので8番銀を塗って遮光します。研ぎ出しを行っていきます。表面を空研ぎしてクリアを塗ってから1週間ほど乾燥させています。リアのフードはまだ表面にわずかな凹凸があったので2000番の紙やすりで水研ぎを行いました。ボディはラプロスの6000番から水研ぎを行っています。消しゴムに両面テープでラプロスを貼り付けました。研ぎ出しが不要な箇所はマスキングテープで保護しておきます。力を入れず撫でるように研ぎ出しを行っていきます。力を入れすぎるとゴミや削れた破片で傷をつけてしまい、いつまでたってもきれいになりません。曲面は消しゴムなしで磨きました。ポルシェのボディには曲面が多く難易度が高めです。6000番で磨き終えたら続いて8000番で磨いていきます。続いてタミヤのコンパウンド細めで磨きます。磨きづらいところは綿棒も使って磨いています。細めの後はタミヤの仕上げ目で磨きます。続いて長谷川のセラミックコンパウンドで磨きます。一通り磨きましたが、まだ傷や曇りがあります。細めのコンパウンドから磨き直します。一通り磨いているので傷が分かりやすくなっており、今度は傷や曇りがなくなるまで細めで磨き切ります。傷が完全になくなったら仕上げ目で磨きます。
最後にセラミックコンパウンドで磨いて完了です。LED を組み込んでいきます。タミヤの硬化促進剤を接着箇所に先に塗って、循環接着剤をつけた LED を押し付けて接着します。私はこの硬化促進剤は後からハケで塗るものだと勘違いしていたのですが、正しくは先に塗っておくものです。後から塗ると接着剤が白く発火します。裏からの光漏れは LED を光らせて8番銀を塗って塞いでおきます。穴を大きく開けた箇所はエポキシパテを使って LED を固定するとともに穴も塞ぎます。ダッシュボードを取り付けます。フロントライトの LED はエポキシパテを使って固定しました。ボディへの接着は裏から水溶性接着剤で接着しています。基板を組み立て LED を接続します。制御用のピックマイコンは足をまっすぐにしてユニバーサル基板に差し込みます。ピックマイコンを使っているのはウインカーの点滅を制御するためですが、ライトの点灯をウインカーの点滅、ハザード、バックランプ、フォグランプ点灯を順次行っていき、ループで繰り返すようにもしています。回路は説明しませんが、動画のような感じで作っています。LED の配線をすべて基板につなげてからボンネット裏に瞬間接着剤で固定します。まとめられる配線はまとめてから見えないところに瞬間接着剤で接着しておきます。電源の配線用にシャーシに穴を開けておきました。リアのフードのステーはボディの研ぎ出し中に折れてしまったので 3D プリンターで出力し直して付けました。電源の配線を開けておいた穴に通してシャーシとボディを結合させます。内装を組み立てていきます。シートは2ピース構成です。ゲート跡が厄介な箇所にありますが、モールドまで削らないようにデザインナイフで慎重に取り除きます。段差ができるのでパテで埋めましたが、ここは埋めてはいけない箇所でした。実写画像を見ていたらシートの側面のこの部分は段差のままで良かったので、パテを取り除いてからプラ板を貼って復元しました。シートベルトのバックル受けは赤色が発色するように初めに白を塗ります。ペダルを取り付けますが、ダッシュボードの前に取り付けるべきでした。このタイミングだと取り付けづらいです。後ろのシートの背もたれはダボ穴にはめるだけにしておけば稼働するようにもできるのですが、完成後に動かすことはないだろうと思い、セメダイン BBX で固定してしまいました。フロアにエンボスパウダーを付着させたので、シートの接着にはゴム系接着剤のセメダイン G クリアを使いました。ボディのバンパーなど黒色で塗る箇所を塗っていきます。部分的にマスキングを施し1箇所ずつ塗っていきます。
フロントライトのカバーはこのタイミングで取り付けました。接着剤は水溶性のセメダインハイグレードです。はみ出した接着剤は水をつけた綿棒で拭っておきます。スポイラー部分はカーブがきついので、細切りのマスキングテープの伸びを利用しながらマスキングしていきます。細切りのマスキングテープで塗り分け境界がカバーできたら、外側を大きめのテープで覆っていきます。マスキング漏れで吹き込んでしまったところは、コンパウンドを綿棒につけて磨き落としておきます。エンジンルームのこの箇所にはデカールが付属していましたが、このキットのデカールは固めで曲面に追随するかどうか不安だったので、長谷川の艶消しフィニッシュを切り出して貼り付けました。フォグランプを取り付けます。ナンバープレートのステーは今回はキットの部品をそのまま使いました。テールランプ部分を組み立てます。色は透明パーツの裏から筆で塗りました。縁は表からセミグロスブラックを筆で塗ります。はみ出しても溶剤をつけた筆で溶かし取れば大丈夫です。カバーの内部はミスターカラーの SM206 番スーパークロームシルバー2を塗りました。縁に水溶性の接着剤を塗ってカバーを取り付け、接着剤が固まるまでマスキングテープで固定しておきます。リアバンパー部分の組み立てですが、撮影モードを間違ってタイムラプスで記録してしまいました。急に早送りのようで申し訳ありませんが、制作の様子はなんとなくわかるのではないでしょうか。リアフードのグリル部分をマスキングして黒で塗装します。四隅のカーブに沿うようにマスキングテープを切り出しますが、雲型定規を使ってみました。定規から合いそうなカーブを見つけ、マスキングテープを切り出します。マスキングテープを剥がし、塗り切れていないところは筆でリタッチしておきます。余計な吹き付けは綿棒にコンパウンドを塗って磨き落としました。フードのキャッチ部分は筆で塗りました。エンジンルーム内部のデカールを貼り忘れていたので貼ります。説明書通りに組み立てていないので、ところどころこういうミスがあります。マスキングしてフロントガラスの縁を塗ります。リアのガラスも同様に塗りました。ドア内張りを仕上げます。マスキングして内装色を塗り、細かいところは筆で塗り分けます。
削り飛ばしておいたスピーカーは 3D プリンターで再現しました。リアのこれは反射板なのでしょうか。そのままだと接着が難しそうなので真鍮線で補強しました。タイヤのホイールはガイアのライトステンレスシルバーで塗りました。真ん中部分は黒なのでサークルカッターを使ってマスキングテープを切り出します。マスキングテープの伸びを利用しながら貼るので大体で大丈夫です。塗装境界にマスキングテープが貼れたら他はマスキングゾルでマスクします。タイヤを取り付けます。邪魔になりそうだったので取り付けていなかったエキゾースト部分を接着します。ドアを取り付けようとしたところシートの側面が干渉して閉まらないことが判明し削りました。ダッシュボードの側面も干渉しました。ドアを取り付けます。ドアの三角窓部分は窓を開けているパーツを付けようとしていたのですがなくしてしまったので窓を閉めている透明パーツを切り取って使用しました。2種類入っていたのでなんとか助かりました。ドアを開閉式にしたため接着面が下側だけで頼りないので真鍮線で補強しておきます。三角窓部分を取り付けたら接着剤が固まるまでマスキングテープで固定しておきます。ここはマスキングが面倒だったので筆で塗ってしまいました。墨入れをしますが黒にグレーを混ぜてボディ色とのコントラストを下げています。余分な塗料はエナメル溶剤をつけた綿棒で拭っておきます。つけていなかったフロントのアンダーカバーを取り付けます。
デカールを貼っていきますが、硬すぎて全然なじまないので、最終手段ですがアクリル溶剤を使って柔らかくしようと思います。デカールをアクリル溶剤に浸してからすぐにティッシュで拭き取り、あらかじめデカールのりを塗っておいた貼り付け箇所にのせます。余分なデカールのりを綿棒で拭い取りますが、デカールが溶け出す寸前なので慎重に綿棒を押し当てます。他の部分のデカールも同様に貼り付けていきます。リアのウィンドウには不注意で接着剤をこぼし曇らせてしまった箇所があり、そこにこのデカールを貼ってごまかしています。サイドミラーを組み立てます。鏡部分の部品には長谷川のミラーフィニッシュを貼りました。サイドミラーを取り付けてから気づいたのですが、左右で前後にずれています。これは実車通りなのでしょうが、右ハンドル車でも同じなのでしょうか。ずれ方が逆になるのであれば、右ハンドル仕様で作った場合は改造しないといけないのかもしれません。サンバイザーには磁石を仕込んでおいたので接着はしません。稼働します。ウインカーの透明部品は片方をなくしてしまったので UV レジンで複製しました。クリアオレンジで塗って取り付けます。ワイパーを取り付ける前に長谷川のコーティングポリマーで磨いておきます。取り付けた後に磨くと引っ掛けて外れてしまう恐れがあります。ワイパーはモデリングしたものを 3D プリンターで出力して置き換えました。支柱部分は真鍮線を叩いて平たく伸ばしたものです。これほど細く薄いものは 3D プリンターでは強度が出ないと思います。筆で黒く塗って完成になります。キットのパーツに比べだいぶ精密になりました。ウォッシャーノズルも 3D プリンターで出力しましたが、ほとんどゴマ粒のようです。エンブレムはデカールをプラ板に貼ってから表面を UV レジンでコートします。
ここのデカールは貼り忘れそうになりました。切り飛ばしておいた下側のモールドはプラ板から切り出して黒く塗ったものを貼り付けます。車体と台座を固定します。園芸用の紙が巻かれた針金で固定しました。台座に穴を開けて電源用リード線と固定用の針金を通します。通した針金を裏でよじって固定完了です。電源は後で抜き差しできるようにピン接続にしました。余分なリード線はマスキングテープで留めておきました。ネームプレートはモデリングしてから 3D プリンターで出力しました。黒のレジンで出力し、銀色で塗装しています。塗装を剥がして黒のレジンを露出させることにより、凸で出力した文字部分を浮かび上がらせています。作成したネームプレートを台座に固定して完成になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。